皆様こんにちは、セリナです。今回は6月20日予約開始、7月4日全国発売、アディクションプレフォール2025ピュアレスブリリアンスをアディクション様よりギフティングいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。アディクションのプレフォールコレクションはカラーアイテムから眉アイテムまで幅広いコスメがラインナップされます。アイシャドウとリップはパーソナルカラーごとの分析をした後に実際のカラーや質感をご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など、自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのご紹介はもちろん、ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションプレフォール2025フィアレスブリリアンス。恐れることはない。屈することもない。意志を感じる瞳には揺るぎない輝きが宿る。きらめきと深みが重なり合い、唯一無二の魅力を引き立てる。アディクションのプレフォールコレクションは、自信にあふれたミステリアスな眼差しを引き立て、大胆さと洗練さを兼ね備えたトータルルックを提案します。ご紹介していくのは、ザ・アイシャドウパレットプラス、限定色101、チェリーダスク。攻める色と透けるような光。大胆に輝くダークチェリーパレット。深みと鮮やかさが共鳴する4色を重ねて、透明感が引き立つスモーキーアイに、クリアな発色と滑らかに溶け込むテクスチャーで、美しさを自在に描きます。リップセラムティント新色011ヌードピンク012ベアハニー。潤う水艶をまとって、ほんのりした血色感のヌーディーリップ。色持ちもツヤも発色も兼ね備えたスキンケア発想のリップに洗練されたヌーディーシェードの新色が登場。011ヌーディーピンクは自然な抜け感を生むヌーディーピンク。012ベアハニーは気負わない甘さのオレンジベージュ。ザ・アイブロウペンシルマイクロ。意志を感じる眼差しを引き立てる 0.84mm の超極細アイブロウペンシル。一本一本を繊細に描き、アイブロウレスなルックを叶える限定色が登場。101のハニーは明るい黄身のベージュ。102のトープは明るいグレージュ。そしてアイブロウマスカラカラーニュアンス。洗練されたブローレスなルックを叶えるアイブロウマスカラ。眉の存在感を消すカラーリングで、攻めのアイメイクアップも抜け感のあるバランスへ。006のバニラベージュは明るい黄身のベージュ。007のアッシュグレージュは明るいグレージュ。それではアイブロウアイテムからご紹介していきたいと思います。まずはこちら、限定色のアイブロウペンシルです。こんな感じの超極細のペンシルタイプです。こちら側は明るい黄身のベージュの101を使って描いてみたいと思います。まず後ろについているスクリューブラシで毛流れを整えて、眉の下側からポインポン足すように描いていきます。滑らかなのでスルスルと描くことができます。眉尻もこんな感じで元の眉毛と綺麗に馴染みつつしっかり描けますね。はい、まずはこちら側半分にアイブロウペンシル限定色101を使ってみました。私の元の眉と比較をするとかなり明るめだったので、眉の内側もこのペンシルを使って埋めてみました。極細で少し硬めの芯なので、眉の輪郭も綺麗に取ることができますが、滑らかな描き心地なのと、ふんわり柔らかい粉質になるので、
輪郭部分だけではなく、眉の内側を埋めるのにも使いやすいペンシルです。明るい黄身のベージュとのことですが、少しカーキっぽく発色するので、オリーブ系の髪色をされている方などにも使いやすいんじゃないかなと思います。続いて反対側には明るいグレージュの102を使っていきます。先ほどと同様にスクリューブラシで整えて、眉の輪郭から描いていきます。かなり極細のペンシルなので、あまり繰り出さずに使った方が描きやすいです。やはりこちらも眉尻もこんな感じで、シャープな線を描くことができて、とても綺麗ですね。はい、こちら側はアイブロウペンシル102を使って仕上げてみました。101と102を比較すると、やはり102の方がグレージュカラーというだけあって、ほんのり抜け感もありますが、しっかり眉の印象を際立たせてくれます。程よく眉の印象は残したいけれど、少し抜け感が欲しいという時に使いやすそうです。そしてこうして見るとやはり101のカーキ感がわかりやすいと思います。どちらもきちんと感は残したまま抜け感を出してくれるところがさすがアディクションだなと感じます。ではそれぞれこの上に新色のアイブロウマスカラを重ねていきます。101のペンシルの上には同じく明るい黄身のベージュの006を重ねていきます。こんな感じでマスカラは結構黄身系の色出しですね。液が少し緩めでたっぷりつくのでこんな感じで濃い眉毛も結構しっかりカラーリングしてくれますね。はい、こちら側には眉マスカラの006を重ねてみました。眉マスカラなしの方と比較をすると、しっかり地眉を飛ばしてくれている感じがわかりやすいと思います。みずみずしい液なのでたっぷりつきますが、ダマになりにくいところも使いやすいです。では反対側は明るいグレージュカラーの007の眉マスカラを重ねていきます。こちらもこんな感じで結構明るめですね。007もしっかり液がついて明るさが出てくれますね。やはりこちらの方がアッシュニュアンスなので馴染みがいい感じがします。はい、反対側はアッシュグレージュ系の102のペンシルと007の眉マスカラで仕上げてみました。007の眉マスカラもかなり白っぽくて、地眉をしっかり飛ばしてくれますが、やはりアッシュカラーだからか、006よりも自然に陰影感を残してくれている感じがします。眉の存在感は穏やかにしてくれますが、ちゃんと立体感も残してくれるような印象です。どちらも洗練感のある色出しですごく絶妙です。続いてはリップセラムティントの新色2色をご紹介していきます。011ヌードピンク。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏、イエベ秋におすすめ。黄身にも青みにもよりすぎないくすみヌーディーピンクに、ゴールドやピンクの微細ラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず、くすみニュアンスの落ち着いたカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、ミューティッドオータムにおすすめ。012ベアハニーはイエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだオレンジベージュ。黄身、少しのくすみ感、深いカラーが得意な方に使いやすいです。イエベ秋タイプ全般に使いやすいですが、16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドオータム、ウォームオータムに特におすすめ。では、1色ずつ唇の上に塗ってみたいと思います。まずは011です。はい、唇の上にのせるとこんな感じです。実際に塗ってみると見た目よりもさらにくすみ感が強く出る感じがして今っぽく発色します。こうして見るとゴールドやピンクの微細ラメがわかりやすいですよね。リキッド特有の膜感のあるツヤの他に微細なラメによって立体的な光の反射も楽しめます。かなり滑らかな塗り心地ですが、すぐに唇に馴染んでベタつきや重さを感じさせないところも使いやすいです。グロスっぽさやオイルっぽさはなく、肌なじみのいい美容液のような質感です。ベタつかないツヤ系リップをお探しの方におすすめです。続いて012です。はい、012は唇の上にのせるとこんな感じです。見た目だとかなり黄みの強いベージュなので、リップというよりもコンシーラーのようなカラーに思えますが、
唇の上にのせると程よい透け感があり、元の唇の血色感と合わさって落ち着いたオレンジベージュに発色してくれます。近くで見るとこんな感じです。絶妙に唇の血色感と混ざり合う感じがすごく綺麗ですよね。こちらにはカラーラメはあまり感じられないので、リキッドリップの膜感のあるツヤのみを楽しめるような印象です。白っぽくなってしまうベージュ系リップが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。それでは大注目の限定アイシャドウをご紹介していきます。101チェリーガスク。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春におすすめ。明るいマスタードイエローにゴールドとシルバーのラメがたっぷり輝きます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリングにおすすめ。右上はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。柔らかいブラックにパープルやブルーの多色ラメが散りばめられています。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色に使いやすいです。左下はブルベ夏におすすめ。少しくすんだチェリーレッド。同系色のパールが面で光るように艶めきます。青み、深み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマーにおすすめ。右下はブルベ冬におすすめ。ダークなブルーのベースに明るいブルーの大粒ラメがきらめきます。青み、深みとラメのコントラストが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンターにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上、ゴールドとシルバーがきらめくマスタード、スパークルタイプ。パレット上で見ると結構イエローが強い感じに見えますが、まぶたの上に乗せるとこんな感じで、ベースのイエローはほんのり発色する程度で、シルバーのラメが目立つので、透明感のあるイエローアイシャドウが楽しめます。1色目、単色塗りだとこんな感じです。パレットで見るイエローよりも強すぎなくて可愛いですよね。ふんわり柔らかくイエローが発色した上に、まぶたの上に乗せるとゴールドよりもシルバーのラメが際立つので、柔らかく儚げなイエローメイクを楽しみたい時におすすめなカラーです。続いて右上、星屑を散りばめたようなダークブラック、パールタイプ。軽い粉質なので指でもこんな感じで綺麗にぼけてくれるのと、このカラーにも大粒のラメが入っているので、暗く沈みすぎなくて使いやすいです。2色目、単色塗りだとこんな感じです。指にとって何度かしっかり塗り重ねてみましたが、ふんわりしていて軽やかな粉質なのと、透け感があるブラックなので、暗くなりすぎなくて、まぶた全体に塗っても強すぎない印象に仕上がりました。柔らかいパウダーの上に微細な多色ラメがキラキラと散りばめられているので、深みと立体感も同時に演出してくれます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下。上質な光沢感のダークチェリーレッド、パールタイプ。こちらは上の2色よりもかなり発色がいいですね。深みのあるダークチェリーレッドカラーがとても可愛いです。はい、3色目、単色塗りだとこんな感じです。くすみと深みのあるチェリーレッドカラーです。微細なパールが入っていて、面で光るようなメタリック質感を楽しめます。最後右下は、みずみずしいきらめきを与えるブルー、スパークルタイプ。こちらはベースのブルーはダークですが、かなり大粒のラメが入っているので、深みと明るさのバランスが絶妙ですね。左目と同じスパークル質感ですが、こちらの方がさらに中に入っているラメが大粒な感じがします。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。ベースにダークなブルーが発色した上に、同系色の大粒ラメがキラキラと輝きます。深みのあるカラーですが、フォロのようなラメを楽しめるので、全体的に暗く沈みすぎず、大人っぽいニュアンスのカラーメイクを楽しめます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。
では、101のチェリーラスク全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。ダークで発色がしっかりしているカラーですが、くすみ感があって落ち着いているので、全体に塗ると今っぽく仕上がります。付属のチップの細い面にも取って、下まぶたのまつげの際にのせていきます。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。さらりとした粉質とラメが入っている効果で、指で塗っても暗くなりすぎずに目元を引き締めてくれます。この2色のみで仕上げても可愛いです。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶた全体に重ねていきます。指に取ったものをトントンと置くようにのせると、イエローが程よく発色してラメが全体にのって可愛いです。最後に右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。さらにラメを足して華やかに仕上げていきます。ブルーもこんな感じでポイント使いするととても可愛いです。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。レッド、ブルー、イエロー、そして締め色はブラックと一見かなり難しそうなパレットに感じますが、イエローとブラックは発色の調整がしやすいのと、どのカラーにもツヤやラメが入っている効果で、全色を組み合わせても喧嘩しない大人っぽいカラーニュアンスをまとったスモーキーメイクを楽しむことができます。ラメ質感を重ねることで夏っぽいニュアンスを残したまま秋メイクを楽しめます。すごく可愛い配色ですね。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで6月20日より予約開始、7月4日全国発売のアディクションプレフォールコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションは一見難しそうなカラーラインナップに感じますが、実際に使ってみると質感やラメ、そして絶妙な色出しの効果でかなり使いやすく可愛く仕上がってくれました。どれもとても優秀なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。